世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。私もなんですが、去年の冬祖父を亡くしたりだったりですね、最近だったらですねやっぱ志村けんさんだったり、中本浩二さんたち、アントニオ猪木さんだったりですね、往年のやっぱですねテレビのスターたちがですね、亡くなってしまって、死って何なんだろうってちょっと本当に考えたんですよね。死というその世界ですねがどうなってるのかっていうのをちょっとふと考えた時に怖くなってしまったりですね、ヨグマたちはですね死というものをどう捉えているのか、死生観というものがですねどのように考えていらっしゃるのかっていうのをちょっとお伺いしたくてですね。私たちの寿命っていうか決まってるっていうかね、ある程度決まっているので、日々生まれてからね生き続けてね、で死ぬまで生き続けるわけですね。でいつかは死っていうのは誰にでも訪れることなのでね、だからそれをいつかは覚悟して受け入れていかないと、毎日毎日後悔しないようにね一生懸命生きるっていうのを明日もある明日もあるってずっとあるような気がしてね、例えば不健康に生きてたりしたらね、本当に体を維持するだけでも大変ですから、そういう本当にしっかり生きていた方が突然ねお亡くなりになって、本当に残念なんですけれども、考えてみればもう十分活躍されて、もう一生懸命ね、もう全エネルギーを出し尽くしたのかななんていう感じもありますよね。だから十分生きたのかなって、本当に天に召されてね、その人の冥福をねお祈りしたいと思います。本当に私たちも生まれてこの世の中でね学んでね、いろいろ学んで、体を成長させて、心を成長させて、いろいろ気づいてね、永遠の存在っていうね、不死の存在があるので、本当の自分っていう不滅の存在、それを悟っていくっていうことがね、それで今形に見えるものは常に変化をして、そういうおじいさんであったりね、おばあさんであったりはもうお友達でもね、年取ったらいつかは天に召されてね、亡くなられていく。だから私たちは無垢者っていうかね、死んでいく存在なんで、それ本当にそういう永遠の存在と一体になっていくためにはね、心で心配ばかりしたりね、嘆いたりね、欲望にかまけてね、いろいろ快楽したりね、心ばっか楽しいことしてるんじゃなくて、魂を磨くっていうか、魂が喜ぶ生き方をねしていく。だから瞑想と祈りっていうのをしていただきたいなって思うんですね。それを取り入れていくと、やはりいろいろなものが理解されてね、そして浄化されて、その執着が落ちてね、それで安らかに、内側が安らかになってね、平和になって、やがて無垢者ね、そういう魂が安らぐところに行くことができるっていうかね、そういうマントラもあるんですよ。だから死をね恐れないでね、体が癒されてね、で平和になって何の悔いもなく死んでいかれるっていうね、そういう聖なる波動があるんですね。そういうのをいただいて、ぜひ修行をしてね、本当の自分に出会っていく、不滅の存在に出会っていくっていうのがねいいのかな。みんなそうやっていつか死ぬんだなっていうことで、本当にご苦労様でしたっていう気持ちでね、もちろんそのやり遂げられない無念の死に方の人もいるかもしれませんけれども、やはり修行していただくとね、本当に自分の願いを叶えてね、そしていろいろな歪みをね整えてね、平和な心になって平和な体になってね、でみんなに愛を出してね、恨みを買わないようにしてね、懺悔して不義理をしたりね、悪いことをしたり懺悔してね、その人の幸せを祈って、そういうお詫びをしてね、
後ろ髪を引かれないように自分の過去をやった行為をね清めて、そして良い行為をしてね、善行をしてね、良いことをして、周りの人が幸せになるように、周りの人の幸せを祈ってね、ただ単に私たちは楽しむために生まれてきたんじゃなくてね、自分を整理整頓して清めて、そして意識を進化させてね、崇高な存在になっていくと。汚れて動物のようにね、欲望のままに生きたりとかね、人と喧嘩したりとかね。6つの道って書くんだけど、陸道輪廻ってやってね。だから私たちは進化をしてきたわけです。だから私たちの心の中に動物的な心もあるし、畜生とかいうこんちくしょうなんて言うでしょ、そういう怒りの心があったりね、トンジンチっていうのがあるんですね。トンジンチ、アシュラっていうね、怒りに狂ってガーって暴力的にアシュラってね、修羅場とか言うでしょ。お家でもほら暴力振って修羅場になるみたいな、そんなような激しい性格っていうの、誰の中が悔しいとね、なんかガーッとそういうものも隠れてるかもしれないんですね。それようやく人間になれる、人間っていうのに。で、人間っていうのもまだね、低いレベルなんですよ。だから人間もやっぱり競争したりね、羨ましく思ったり、比較の心があったり、あげたらね、返してギブアンドテイク、そうやって調和が取れるっていうことなんですよね。で、さらにその上に菩薩、捧げていくって愛を出していくっていうね、観音菩薩さんとか聞いたことあると思いますけど、サットバっていうね、私たちのクオリティっていうのがあって、純粋なクオリティのこと、サットバっていうの。で、ちょっと濁ってるとタマスとか、激しい性格のラジャスとか、サンスクリット語なんですけどね、その人間のクオリティを純粋にして高めていくっていうのが生きる目的なんです。で、最後悟りっていうふうになって、聖者になっていくっていう、そういうね、意識を高めていく。だから私たちの中ネガティブな心から肯定的な心になって純粋になっていくっていうことでね、生きるっていうのはね、その生きることを通してね、自分が自分で自分を作品を作ってるわけですよ。だから自分のキャラクターを作ってますから、だから平和な人になる、愛の人になる、そして最後祈ってね、毎日祈るんですけど、で瞑想してね、そして最後無垢者になるっていうか、天国への道をね歩むためにこの体をいただいたので、これ体で好きなことをやってるとね、汚れちゃうっていうかね、こだわりがすごく強くなって、こっち行きたいあっち行きたいって落ち着かないわけですよ。平和でないわけ。年取っても平和でない。だから平和になって愛だけの人になってね、みんなの幸せを祈るっていう人になれるようにね、早いうちから瞑想したりね、そういう修行を取り入れてやっていただけたらなって。問題はね、次から次にあるんだけど、スーッとね、とらわれなくてね、楽な考え方ができる。消せるやつじゃないけど、なんとかなるっていう考えですね。だからすごく生きることがね、楽しいっていうかね。で、そうやって生まれて死んで、また生まれ変わるためにね、また生まれ変われるわけですから、ずーっとね、年取ったまま死なないと困るじゃないですか。ヨグマタはね、その死を超える修行っていうのをしてるんですよ。体を整えて、で動かないようにして、で体を超えて、で心も清め尽くして、それで空になって、それを超えて、体と心を作っている存在っていうのに、そこに出会っていく、本当の自分に出会っていく。それを究極のサマディって言うんですけどね。瞑想を始めるとね、それはなんていうか、すごい深い休みなんですね。
だからみんなまあなんか休息っていうかね、ちょっと全部こうお休みしてね、でまた生まれ変わるっていうのね、その度にね、まあみんな夜寝てね、朝生まれ変わってる。だから夜は寝て一回死んででまた朝生まれ変わって疲れが取れて生まれ変わってるんですね。死があってありがたい。いや期限がないといつまでもね経ってもダラダラしちゃうからね。主役ちゃんだってずっと生きてまた新しいね体をいただいて生まれ変わることができるわけですよ。